僕のこの指先から下が黒松で上が五葉松なんですね。ここから上が五葉松、黒松と五葉松ね両方言ってみたんですけども、大きく違いで言うとやっぱその光の当て方ですね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回はですね夏場にね気をつけることで、しかも五葉松と黒松で結構違ってくるっていうので、そこの対比もねご説明できたらなと思います。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。メールアドレスでね登録していただくだけで定期的にYouTube でしてきた内容とかねいろいろ分かりやすくメールで届きますんで、概要欄の方から探してみてください。メールアドレスだけでいけます。はい、で本題に戻ります。夏場やっぱりねかなり管理が難しい時期ではあります。で難しい中でもその黒松と五葉松でちょこちょこね気をつけるポイントが違うんでね、そこを今回両方こういう気をつけるとこがありますよっていうのをホワイトボードを使いながら順にご説明していきたいと思います。まず五葉松からご説明していきます。ただここ括弧にね未生ってあるんですけども、五葉松大まかに分けて種からできた未生五葉松、種をまいてそこから芽が出てできてる五葉松が、未生五葉松って言うんですけども、あともう一パターンが黒松の苗に五葉松を継いでそれで、出来上がってる五葉松、その2パターンあるんですね。未生の五葉松と接ぎ木の五葉松で、接ぎ木の五葉松は下が黒松なんで強いんですよ。とはいえ五葉松には変わりないんですけど、でもそこまで気をつけんでええというとこもあります。継いでる五葉松は。で未生の五葉松は種からで結構弱いんですね。もう 100% 五葉松なんで、もともと弱い五葉松その 100% なんで、こういうとこ気をつけましょうというお話を今からしていきます。でその大まかに分けてそうですね、こちらが未生五葉松、はい、でこちらが継いでる五葉松なんですね。はい、でちょっと葉っぱ見比べたらね、未生五葉松の方が少し弱い優しいなんていうんですよね、ちょっと弱い感じというかね。で継いでる五葉松の方がちょっと頑丈な感じです。もう葉っぱをこう握ってもなんかしっかりコシがあるような感じですね。ちなみに継いでるとこ分かりにくいんですけどね、僕のこの指先から下が黒松で上が五葉松なんですね。ここから上が五葉松、これだいぶ前に細い時に継いでる感じですね。はい、こういう差がありますよと。でもともと五葉松ってね山の上の方に生えてる樹種なんで、最近のすごい猛暑、もう香川県なんかもう35度6度も連発してますけど、そういう猛暑での場所で生えてる木じゃないんですね。だからやっぱその暑さを多少なりとも遮ってやる必要があると。だから夏に気をつけるポイントとして遮光ですね。光を遮る。でどうやって遮るか言ったら寒冷紗って言ってね遮光ネットみたいなのが、ホームセンターとかにも売ってるんですけど、それを木の上にねちょっと貼ってやって光を抑える、もしくはちょっと日当たりの悪い場所、お家の中で置くんでも比較的日当たりの悪い場所、半日日陰ぐらいでいいかな、もうちょっと悪くても夏場に関してはいいかもしれないです。はい、そういうのしてあげたら健康に育つ確率が上がると。はい、遮光ですね。であと次ちょっともうガラッと内容変わりますけど、急いで降る葉を取らない。で今取ってるのがもう6月後半ぐらいなんですけど、この木をよく見るとね降る葉がもうしっかり分かれて取ろうと思えば取れるんですけど、これも無理に急いで取る必要はないです。取ったら取ったでいいんですけど、取るにしても引っ張るとね茎の皮が一緒に剥がれることがねよくあるんですね、夏場は。なんで取るにしても先のよく切れるハサミでちょきちょきねもう見えんぐらいなんていうんですかね、切って取るみたいな方が
安心ですね。それ取りたくてもで引っ張っては取らなくてもいい、取らない方がいいかで無理に取らなくてもそんなに影響はないです。よっぽど下が日陰になってたらとかあればですけど、その時は多少枝を抜くとかね、くるくる日当たりをねぐるぐる回して日当たりをまんべんなく当たるようにぐるぐる回すっていうのは何日かに1回ちょっと向きを変えるとかね、そういうことですけど、はい、そういう話で、急いで振る葉取れそうですけど無理して取らない方が僕はいいと思ってます。はい、あと夏に気をつける、これもまたちょっと経路の変わった内容なんですけど、簡単な針金掛けだったらねできないこともないですね。五葉松目切りの作業がないんで折れる芽がないんですね。ただ夏場なんであんまり無理した針金掛けしたら、ちょっと傷みやすい時期ではあるんで無理はしない方がいいんですけど、簡単な軽い針金掛けぐらいだったらできますよという、はい、そのあたり、これちょっと気をつけるっていうのとはちょっと違うかもわからんですけど、針金掛けはできるけど簡単なぐらいにしときましょう、ここを気をつけましょうというような感じですね、言ったら。はい、五葉松、特に未生五葉松はこんな感じということで、はい、次黒松の方に行きます。黒松はね五葉松に比べてやっぱかなり強い樹種なのでそんなには、気をつけずにしっかりもう水やっとけばっていうところもあるんですけど、それでもねやっぱ気にしだしたら気になる部分ってあって、猛暑でも日当たりのいい場所を置いて大丈夫なんですね。うちなんかもう本当にここ数年、香川県すごい暑さでね雨もなかなか降らないみたいなとこで、なんなら五葉松も含めではあるんですけど、結構日当たりのいい中もずっと何もせず置いてます。でも全然問題なく育ってるんで、猛暑でも日当たりのいい場所に置くっていうことはそんなに黒松にとってはマイナスではないのかなと。逆に日当たりの悪い場所の方がちょっともしかしたらあんまり良くない可能性があるんで、もう猛暑でもねなんか暑くてかわいそうみたいに思わずにもう外に出しっぱなしで大丈夫です。はい、うちで何年もしてるんで多分そこは大丈夫かなと思います。はい、で次ですね、黒松系となると芽切りが6月頃にやってる場合が多いですね。でこの芽切り後の水やりに関してはちょっと気をつけた方がいいかなと。で大して芽切りしてない木だったらその乾き具合はねそんなに差はないんですけど、結構しっかり枝も抜いたりもう芽切りもしっかりしましたってなってる黒松はちょっと乾きが鈍くなってます、鉢の中のね。でそこに他の乾きやすい木と同じようにその乾きにくい木にもしっかり水やっちゃうと、水が行き過ぎて根腐れみたいなことも起こりうるので、芽切りしっかりした木の水やりっていうのはちょっと気をつけましょう。乾きが鈍い場合があるので、基本的にはいろんな乾きやすさありますけど、その木その木が難しいですけどね、一本一本見て乾いたらやるという、乾いてない子にはあんまりやらないとか、はい、そういうところ気をつけましょう。それでもね葉っぱには水かけてください。葉水って大事なんで、結構葉っぱもちゃんと水吸ってるらしいんで、はい、葉っぱには水やってください。はい、であとこれ芽切り後は触らない。芽切り例えば6月の20日ぐらいにしたら多分7月の中旬ぐらいには新芽がちっちゃいのが出てくるんですけども、そういうちっちゃいのが出てきた頃に枝の剪定でもね、ちょっと気に入らん葉っぱが取ってみたいとか、ちょっとここ針金やりたいってその時に思ったとしても、そこはぐっと我慢してもう触らない方がいいです。芽切りして2番目小さい芽はほんとすぐ取れちゃうんで、そういう時はもうそんな時期は無理して手入れせずにしっかりそうですね、もう10月超えてからとかまで待って芽がしっかり固まってから触ってください。はい、それまではもう針金かけとかね葉っぱ取るとかね、そういうのはもう一切なしで、も芽切りの時に芽切りの日にねした日にもうバッとやりたいこと全部終わらして
程度はありなんですよ。目切りのタイミングでもう針金ちょっとかけるとか、取れる芽がないんでね、切ったばっかりで。でも目切り後ちょっと経ってから小さい芽が出た頃は、まあ触ったらね、せっかく出てきた芽が取れたらもう秋冬のバランスが崩れるっていうこともあるんで、はい、これは気をつけた方がいいですね。はい。ちょっとおさらいしますと、黒松は猛暑ですごいもう晴れ続きでももう外出しっぱなしで OK です。はい、で目切り後は水の吸い込みというか乾きが鈍い場合があるんで、そういう木に関してはあんまり水やらない、頻度を落とすとか。はい、で目切り後の小さい芽がちっちゃいのがね取りやすいのが出てるような時に何かしら作業しない、もう触らないっていうのは気をつけていただきたいとこですね。はい、黒松は以上ですと。で今黒松と五葉松ね両方言ってみたんですけども、大きく違いで言うとやっぱその光の当て方ですね。五葉松はあんまり光に当てない方がいいと。太陽の光に暑いですからね、夏ね。で黒松は大丈夫と。でこういうあたりが大きなとこではありますかね。なんでそのあたり、なるべく五葉松はもう涼しい状態に持っていくみたいなあたりに気をつけてもらって、黒松はどうにか元が強い子なんで、そんなに気にせんでもまずはもう未生五葉松の遮光ですね。ここがなんか一番大きいところかなと思います。はい、この辺りですかね。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。